お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。最近お世話になっている人のところに行ったら、冷たい水で立てられた抹茶っていうのを出してもらったんですよ。で、飲むとすごく美味しくてですね、パッと見るときれい細かい泡が立ってたんですね。で、泡って冷たい水では立たないことないですか？すぐ消えませんって聞いたら、いや、そんなことないで、普通にできるで。見ててみ。で、見てても泡が消えないわけですよ。って思って、どうやって立てたんですかって。いや、簡単やで。なんならもう一服やってみって言われてですね、やると泡が立ったんですよ。で、どうやってやったんですかって教えてもらったやり方が、2つポイントがありましてね。1つは、ちょっと多めの抹茶を使う。そしてもう1つは、長めに茶筅を振るっていう、その2つだったんですよ。で、なんだ、そんなことだったんだと思ってね、もうちょっと詳しくどうやったらうまく立てられるか、冷たい水で抹茶を、それをちょっと調べてみようと思って撮った動画があります。ご覧いただきましょう。どうぞ。1.5g ですね。そんな多くない量で、10ml で練ります。冷水で入れる場合は特にこの溶くという行為はやった方がいいですね。60.6。まずは今まで通りの立て方でやってみます。意外と泡は残るもんだね。泡がね、プツ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 っていう音がすごくしてるんですよね。いやでも思ったよりも泡残ってるな。すぐにね消えてたイメージなんですけどもね。で、今度はちょっとこれで長めに立ててみます。ちなみに手の力はほとんどないです。ゆっくりゆっくり。意外とすごい細かいのがあったな。こんなに綺麗に立つ？しかも力を入れてないですよ、そんなに。ちょっと力を入れてというか、空気をしっかり取り込むという動作をしながら仕上げてみます。いい感じです。これ確か買った時安かった記憶があるんで、今飲んでそうやなと思ったんですけども、甘みうまみっていうのはあまり感じられず、かといって苦み渋みっていうのも強いわけでもなく、すごく飲みやすい。でもそんな美味しくない抹茶やな。今度はちょっと量を減らしてやってみましょう。 1.1g です。量が少ないのでちょっとさらっとしてますね。同じ水の量を入れても泡の層はあまりない感じはしますね。どうでしょうか。おそらくこの抹茶はもう今練習用に使いましたけども、多分もうね 2,3 年経ってるんですよ。安い値段の抹茶というのはうまみ甘みっていうのがもともと少ないので、そうすると長く置くとそのお茶自身の味っていうのがもうほとんどしなくなってきて、それはつまり美味しくないという、そういう意味から言うと、安いお茶ほど早く飲み切った方がいいのかもしれませんね。でもこんだけ置いても泡が消えないっていうことは結構ね、うまいこと立てられてるんではないでしょうか。今度は振る強さを初めからほとんど力を入れずに振ってみて、そのまま続けるとそれでも泡が立つのかっていうのをやってみます。最低限こうちょっと音が鳴るくらいに振るっていうのは必要ですね。最初から力を入れないと泡が立たないっていうわけでもなさそうですね。逆に力をそんなに入れないようにしながらスナップでしっかりと空気を取り込むというイメージで、これぐるぐる回すのは
結構おすすめですね。ねえ、立て方で全然違う見た目になるっていうのが面白いな。茶筅の違い、芯を使ってみます。芯は先っぽが丸まってないので、この軸を傾けながら練る必要があるっていうので、ちょっと動かし方にコツが必要ですね。特に問題なさそうですね。僕はこの見た目がかっこいいからという理由でよく使います。前すぐ消えて泡立ちが全然できなかったっていう印象があるんですけどもね。お茶が違ったからかな。お茶を変えます。お、これはちょっと泡立ちにくいぞ。あ、この感じですね。全然泡立たないっていうのは、泡立てやすさっていうのは全然違いますね。これ泡立たないわ。ほら、そうこの状態だったんですよ。茶筅を変えてみます。全然泡立たない。もしかしたら抹茶の量が明らかに今回少なかったらかもしれないんで、ちょっとこの状態から抹茶を足します。若干泡立ちがさっきよりもしてる感じしますね。これでもすごい勢いでこれどんどん泡が減ってきてますね。その仕上げの機械の差なのかもしれませんね。抹茶によっては冷水で泡立つものもあれば、冷水では泡立たないものもあるっていうことがこれで分かります。ちょっといただきます。この抹茶は、いわゆるいい抹茶、高い抹茶なので、うまみ甘みっていうのがしっかり感じられます。で、先ほどの抹茶に比べたら全く天と地との差はある美味しい味わいの抹茶なんですね。ただ泡が立たない。泡が消えてもお茶自体が美味しいので、普通にそのまま飲んでもすごく美味しくいただけるんですよ。泡立たないっていうのはなんかね、何をどうしたらいいんかっていうのがわからないんでちょっと悔しいですね。なんかその泡立たない抹茶だったらどういう方法をしても泡立たないっていうのは今の結論です。難しいな。ということで、正直答えはわからないんですよ。どうやったら綺麗に立つかっていうのはわからなくて、分かったことが、うまく立てられる抹茶と立てられない抹茶があるという。そしてうまく立てられない抹茶はどういう風なやり方をしても泡が立たないという、そのちょっと残念な、事実というか現実が、今のところ私の中ではあるんです。で、今回せっかくなんで、これ一服立てようと思うんですけども、これはうまく立たなかった方の抹茶なんですね。で、それをあらかじめもう入れて練ってあったものをこちらに用意しました。じゃあこのまま冷水を入れて、落ちてるかな、立ててみたいと思います。うまくできるんかな。ちょっとなじませて、しばらくしっかりと振ります。泡はね、この時点ではあることはあるんですけども、厚みは全く感じられません。そして上の大きい泡を今からちょっと崩していきます。そうするともうすでにね、泡がないところとかも出てきてますね。ちなみに茶筅は芯を使ってます。難しいなぁ。泡、うっすらと泡がね、あるくらいで。ちょっとね、
泡が残ったかな。大きい泡がね、まだしっかり残ってるんで、もうちょっと潰したいところではあるんですが、あまり時間をかけるとまた泡が消えていく、細かい泡も消えていくということで難しいな。ぐるぐる回すっていうのもね、これは結構泡が立つ場合はこの回すっていうのはきめ細かくなるのでおすすめなんですよね。しかし泡が消える。できました。すごい勢いで泡がなくなっていってますね。なかなかね、やっぱり今のところ立たないです。熱いお湯を使うとこの抹茶も立てられるんですよ、きめ細かい泡が。でも冷水氷水を使うとこういう感じになりますね。まあ味はねすごく美味しい抹茶なんで、美味しい。甘みうまみっていうのがあって、満足感は高いんですけども、どうもねうまく泡が立たないという、そういう結論としてはよくわからないっていうところなんですけども、ぜひですね皆さんもお手元にある抹茶をですね使っていただきまして、氷水で立てられるかそれとも立てられないかっていうのをですね試していただきまして、うまく立てる立て方っていうのを見つけられましたらぜひ教えてください。難しいな。まあそういうことでなかなか面白い結果にはなりましたけども、また何か新しいこと分かったらこちらお茶とひとときで、公開したいと思います。以上、お茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。